盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは初心者におすすめの盆栽というテーマでいきます。ただうち北谷養成園がですね、松盆栽生産日本一とも言ってるんですけども、松専門でやってるんで、おすすめできるこの中でおすすめですよっていうねがもう全部松の中から選ぶっていう、もう候補がかなり絞られてしまうんですけど、それはすいませんということで、もう臓器類もみじとか海斗とかもちょっと置いといて、心拍もうちよくやりませんので、そんなも置いとって、松の中でこれおすすめですよっていうんで、初心者さんに対してなんですけど、その中でここ目の前置いてるんですが、こちらから錦松、赤松、黒松、五葉松、大体松と言ったらこの4種類ぐらいが大体代表的なとこだと思うんですね。でこの中で、その初心者におすすめの盆栽はという話なんですけども、ざっと簡単に説明していきますと、これ見えるかな。大体管理が難しい方から、簡単な方まで、おすすめでも北谷隆一的な個人の意見なんで、皆さん多々ご意見あると思いますけども、あくまで僕の意見ということで聞いていただけたらなと思います。錦松が僕の中で一番難しいんじゃないかなと。技術的な方ではそんなにね難しくないとこもあるんです。これ錦松なんですけども、勝手に枝がね垂れていく性質があるんで、針金かけなくても結構きれいになるんですよね。だから黒松は針金かけないときれいにならないとこがあるけど、錦松は針金かけんでもそこそこきれいになるからっていう点においては簡単なんですが、僕の中で難しいっていう管理の方結構重きを置いてます。で錦松こんだけねちょっと太く見えるとこもあるんですけど、その中の本当の枝の栄養を運ぶ枝の部分ってすごく細いんですよね。だから細い分折れやすいし、ちょっとでも異常があったら、細い分ちょっと異常があったらもうすぐその枝のライン全部枯れちゃうみたいな。だから枝枯れが結構多いんです。で植え替えにしてもこの皮なんかすごい派手ですけど、これが見どころなんですけども、ちょっと触るとすぐ取れちゃうんで、植え替えもかなりしにくいですね。相当しにくいです。だからそういうの含めてよくしていく、針金こそかけんでもいいけども、それ以外が結構大変なとこが多いから、難しい、やりにくさはあるなと。で次この赤松なんですけど、赤松ぐらいになったらだいぶ黒松と似てて、そんなに大差はないんですけど、ちょっとね芽が貧弱なんですね。こう葉っぱ触っていただいてもね、黒松に比べて結構柔らかいんですよ。でやっぱり柔らかい分そこに弱さの表れでもあるんかなと思うんですが、芽切りなんかの時期をちょっと間違うとそのまま枯れちゃうことあります。もう本体から枯れることもありますね。だから芽切りの時期がかなり幅が狭いというか、もうピンポイントでちゃんと正解を選んでやらないと結構傷みやすいんで、やっぱ枯れやすい、黒松よりそこの部分枯れやすいっていうんで難しいと。ただ錦松みたいに断線しやすいとか植え替えがしにくいみたいなのがそんなにないんで、錦松に比べたら赤松の方が簡単かなと。で次が黒松で、赤松のさっき芽切りとか間違うと枯れるとか、そういう弱さがないんですね。黒松結構強いです。もう何かにつけて頑丈なんで、枯れにくい分赤松よりかはほとんど一緒ですけど、枯れにくさでちょっと簡単ということ。作業自体はあんま変わらないです。赤松も黒松も。で最後がここある、五葉松なんですけど、五葉松はもう芽切りもいらない。でほっとっても芽の大きさがバラバラしない。黒松も赤松も芽切りとかで調整してやらないと、芽の大きさとか葉の長さが揃わないんですけど、五葉松は特に何もしなくても揃ってると。でビュンビュン枝がすごい伸びるっていうこともあんまないんで、一回ね形をこうやって針金なんかで整えてやるとも
あんまり変わらないですね。たまに伸びた子をちょっとチョキンと切るぐらいで。で植え替えもまあこれ下が黒松についでるんですけども、これだったら結構植え替えも割と枯れにくい。黒松よりかはちょっと植え替えに弱いんですけども、まあまあ盆栽になっても3年以上とか経ってる木だったらそうは植え替えで枯れないですね。はい、だから初心者におすすめの盆栽ということで、イコール管理が簡単な方がおすすめとしていいだろうというんで、僕のおすすめとしてはこの初心者さんだったらまずは五葉松から、育てていただいて、これでそうですね、水かけのやり方とか植え替えのやり方とか枯れにくいことで練習してもらった後に黒松とか赤松とか、たまに錦松なんかをチャレンジしてもらったらちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、ただですよ、これ黒松から五葉松ってここ書いてますけども、これついでる五葉松なんですね。でちょっと持ってきますけど、この五葉松種からの五葉松なんです。全然ついでないんです。でこれも去年の春だったか植え替えして、針金もかけたりしてるんですけども、やっぱ植え替えするとね、ここちょっと見えづらいです。こことかね、こことかちょっと枝枯れてるんです。ここももう枯れそう。かなり弱いんですね。で暑さにも弱いんで、真夏なんかでもほっとくと結構日当たりの良すぎるとこ置いとくと枯れやすいです。だから同じ五葉松ですけど、未生の五葉松というんだったら難しさのここに来ますね。はい、五葉松簡単だと思って未生の五葉松買われるようだったら、僕の評価的にはここに未生の五葉松が来ます。下手したら錦松より難しいとこがあるかもわからん。最近特になんか暑い日が多い気がするんですよね。だから特に育ちにくい。だからお住まいの地域が東北とか北海道とか寒いようなとこだったらそんなに難しさはないかもわからん。寒い地域の方限定で。ただ夏がものすごく結局暑いっていうんだったらやっぱ良くはないんですけど、結構山の上の方に入るようなタイプの子なんでね、この未生の五葉松っていうのが。ということでおすすめは、未生の五葉松はちょっと難しいんで、まずはこの黒松についでる五葉松、うちの方ではその銀八つ房五葉松っていうんですけども、このタイプをまず手に入れられて練習されてみてはいかがでしょうかというお話です。はい、じゃあ以上、今回は初心者におすすめの盆栽はということでお話しさせていただきました。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。